では本日は、ハワイで、20年以上の、不動産経験をお持ちの、武田真美さんにお越しいただきました。では真美さんの方からぜひちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。はい、いくみさんありがとうございます。今日はお互いコラボということで、はい。はい。まず簡単に、簡単じゃないかな、自己紹介させていただきたいと思います。武田真美と申します。よろしくおよろしく願いお願いしします。ます。ハワイオアフ島に住んでますけれども、ハワイに移住したのが1988年になります。なので、ハワイ生活、32年目になってます。はい。で、不動産を、免許取ったのが、ハワイに来てから10年後だったので、1998年、今22年目になります。はい。で、会社、後でちょっとまた詳しくその話出てくると思いますけれども、ハワイって免許取った後、どこかの会社に所属しなくてはいけないので、チョイインターナショナルっていうところで18年いました。で、その後、リストサザビーさんにお世話になって、今、ハワイライフっていうところにいます。ありがとうございます。ちなみに真美さんが、ハワイに住もうと思ったきっかけみたいのって何かあったんですか？ハワイに住もうと思ったきっかけっていうのはないんです。っていうか、そうなんですね。旅行好きでずっと学生時代からいろんなところ旅行は行ってたんですけれどええも、えええ海外に住もうとか住みたいとかっていう気持ちは全く別に持ってなくて、で、たまたま出会った人が、ハワイにずっと前から住んでた人だったんで、ええ。気がついたらハワイにいたっていう、そういうあ、感じ。なるほど。じゃあ最初は旅行で訪れたことがきっかけで、そうですね。ハワイはその前も何回かは来てたんですけども、ええ。好きな場所ではありましたけど、あ、はい。なるほどなるはい。たほど。またまはい、結婚した相手がハワイにも前から住んでたといあ、う理由のそうみです。いう出会いだったんですね。はい。はい。なるほどなるほど。じゃあ、なんかね、銀座を歩いてたら私に声かけられたとかっていう話をよく言ってますけど、それは嘘ですけどね。声かけてます。それは旦那さんのことですか？そうそうそう。旦那さんっていうのは、アメリカ人の方？いえ、彼も日本生まれ、日本育ちなんですけど、かなり若いあ、時からもう、はい、アメリカの大学を出て、ええ。ハワイに来て、そこでビジネスを始めてたので、はい。日本人なんだけど、まあ、でも、もう海外生活の方が長い人だったですね、その時はあ、ね。なるほどなるほど。ちなみにハワイにお住まいになってからなんですけれども、なんか大変だったこととか、文化の違いだったりとか、そういったところで不便なことだとか、何かあうりましたーん。か？言葉ですよね、やっぱりうね。ーん。言葉ってね、ハワイ旅行で来ると気がつかないじゃないですか。結構日本語のメニューとかもあったり、そうですね。周りの人も日本語で相手してくれたり、でも、ええ、ええ。住むとなると、やっぱり英語なんですよね。あ、なるほど。うん、ちなみにそう。何回か旅行で行ってて、住み出そうって言った時は、英語とかはあんまりそんなにマミさんは話さない？英語はね、日本で習ってたんですよ。旅行が好きだったから、ええで、旅ええええ。行先で、不自由しない程度ぐらいの旅行は身につけたいなと思ってたんで、ええ。習ってはいたんですけど、でも実施の英語ってやっぱり違うじゃないですか。うーん。おトイレどこですかとかね。こはい。れいくらですかぐらいの英語は完璧でしたけどね。でえもやっぱりえ。生活になるとね、全然違ってたんで、あ、はい。なるほどなるほど。じゃあ、仕事では特に、英語を扱ってるような仕事はその時はしてなかったっていう。あのね、もともと私、音楽が好きで、小さい時からピアノ習ってて、でその後、クラリネットとか、アコーディオンとか、で、最後、フルート、エレクトーンとかに広がって、で、フルート関係の仕事に就きたかったので、音大行ったんですよね、日本うで。ーん。
で、卒業してからしばらくフルート教えたり、コンサート開いたりとかって日本でしてたので、素敵ですね。それだけでも音楽って食べていかれないんでね、それだけじゃなくて、東大の薬学部で、大学の教授の秘書やってたんですよ。そうなんですね。拝見しました、実は。はい。で、おそらくね、不動産にと思ったんですけど。そう、ちょっとね、長い話になっちゃいますけど、で、私、父も大学教授してたので、おそらく、両親的に言うとね、そこで私が誰かいい人見つけて、で、その同じような畑の中の人と、結婚して一緒になってくれたらぐらいの感じでいたんだと思うんですけど。そうですよね。もう結構ご先祖様から代々長く薬関係のね、家系だったりするんで、でもそういう両親の希望を横に、聞いてみて、見ないふりをして、私はまだ若かったんで、他に忙しいこといっぱいあって、楽しいこといっぱいあったんで、そこでは何も、起きなかったですけれども、結婚どころじゃなくて。で、しばらくした後、もう先ほどのように、で声かけてませんけど、縁あってハワイに移住することになりまして、で、そのハワイに来た時に、周りが本当に全部英語だったんで、わけわからない。なんで最初はそのピアノとかフルートを日本から来てらっしゃる日本人の、ここにいる日本人の方に教えてたりしてたんです。なるほど、なるほど。そういったところから始めて。そう。でもね、やっぱりそうやって日本語だけの中にいても、本当にアメリカに来てて英語ができないってかなりなハンディキャップですよ。それに気がついて、自分から英語の世界に飛び込んでいかなくちゃいけないんだなって思って、で、家庭教師ちょっとつけてもらったりいろいろしたんですけどね。でも新規ってやっぱり、仕事を英語でしないとダメだよねっていうふうに思ったんで、ハワイの大学の学部長の秘書に申し込んだんです。で、ラッキーなことに採用されたんでね、その学部長さんが、もう本当に今も、まだ、現在で本土に住んでらっしゃる、もう、かなりお年になりましたけど、本土に住んでらっしゃってて、で、今でも Facebook でつながってすごい楽しい方なんですけど、もう何しろおしゃべり好きで、一日中本当に私仕事できないよっていうぐらいに英語で、英語しかわかんない人だったですからね。なるほど、なるほど。一日中私に向かって話しかけて、で、私なんか当時ね、本当にわかんなかったんで、理解してるかしてないか分かってないような私に向かって話しかけてたんですよ。なるほど。なんで、本当に黙っててって私が言いたくなるぐらいの感じだったんで、お給料をいただきながら、で、まさにもう生きた英語を教えてもらってたみたいな素晴らしい経験を、環境の中にしばらくちょっといたんですね。なるほど、なるほど。で、どうしてリアルターになったかって話になっちゃいますけど、はい、ぜひ。その中で、そのぐらいの時に家の買い替えをしようと思って、で、いろいろ家を見てたんです。で、その時に私のリアルターさんっていうのはいたんですけども、たまたまその以前から知り合いだったパトリシアっていう当時本当にハワイで知らない人はいないぐらいの敏腕リアルターがいて、今もお仕事されてますけど。で、たまたま彼女となんか他の話してた時に、家を探してるんだったら、見せたい家があるから、ちょっと一緒にいらっしゃいみたいな感じで連れてかれて、で、家を見たんですけど、結局その家買ったんですよね。それまでもお家は賃貸とかじゃなくて所有しててっていう。はい。家はあってそこに住んでて10年ぐらい住んでて、でその後でそろそろちょっと買い替えようかっていうような感じの時にもう絶対見せたいやるからみたいな感じで連れてかれて、さすが敏腕です。その家をそのまま購入しました。なるほど。ちなみに家を買うにあたって日本でと違うところってありますか？日本で買うのとハワイで家を買うので違うところ、で住宅ローンだったりとかの携帯だとか、住宅ローンに関してはそんなに変わりがないんじゃないかなと思いますけど、プロセスが、
家を見に行って値段交渉をするところぐらいまではおそらくそんなに変わりはないと思うんですよ。ただ、すごくドキュメント、書類が多いんじゃないかなと思います、アメリカの方が。なるほど、日本より。すべて本当に細かく書いて、最初のその指値の時からもう全部書類ですよね。だからいくらぐらいで、こういう条件で何日ぐらいにお金を全部払って、クローズする名義変更の日にちはこれぐらいで、自分のリアルターにはいくらのパーセンテージを払ってみたいな、もう全部そこまでの細かいことが書類になってますので、はい。で、それを提出して、で、あとはもうその書類がタイムラインになってて、それに沿って同じ、もうそこに沿った、取引を全部していくっていう感じですよね。なるほど、なるほど。日本と違って、その申し込みして、細かいところを決めていくより前に、はい。もうまず全部こういう条件で買いたいですっていうのを言って、で、その間で、いや、あなたはこの条件って言ってるけど、それをこっちにして、みたいな、もう本当に全部の話を決め込んだ後で、お金の支払いが始まってくる。なるほど、なるほど。ちなみにそのローンだったりとかは、もう決定した状態じゃないと、その申し込みはできない感じなんですか？そんなことなくて、ローンが大体、この人にはいくらぐらい降りてくるよっていうのさえ分かってれば、その書類を一緒につけてローン出すんですね、その、コントラクトをね。で、最終的にそれが、やっぱり途中で職失っちゃったとか、思ったよりもこの人の収入がダメだったとか、そのローン会社が調べて、ダメだった時には、この取引も全部キャンセルできますよっていう条件付けができるんですよ。なるほど。じゃあ手付金とかも、ローンとかが理由だったら、ダメだったら返ってくる。はい。返ってくる。ちなみに逆に、こういう理由とかだったら手付金は返ってこないですよとか、そういう時ってありますか？戻らないくらい時、以前一回あったのが、買いますって言って、で、バイヤーさんが何かの理由を発見して、それがセラーさんが、十分な情報を渡してなかったっていうことで、キャンセルを言ったんです。でも、セラーさんは、そこに到達するまでにかなりの時間を費やしてて、で、バイヤーさんが発見したのがもう本当にクローズの2日前とか3日前とか、だから、かなり精神的な痛手も多いじゃないですか。なので、返さないって言った時がありました。なるほど。ごめんなさい。バイヤーさんが何かを不具合を発見して、それをセラーさんがなんでこの大事なことを言ってくれなかったのっていう理由で、この取引はやめますって言った。なるほど。なるほど。で、結局その取引やめたんですけども、セラーさんとしてはここまで引っ張っといて、今更っていう感じだったんですね。なるほど。じゃあもっと早くに言うこともできたことだったってことですかね。なんですけど、バイヤーさんはたまたま書類を見てて、最後になってあれこれちょっとおかしいんじゃないっていうことに気がついたということなので、正式に言うとバイヤーさんは合ってます。なるほど。はい。なのでセラーさんはお金を返さなくてはいけないんですけど、でも、返したくないっていう気持ちで、かなりの間、長い間返さなかったです。で、最終的に、ハワイの法律でお金返さないと、そのままエスクロが閉まらないんですよね。ずっとエスクロが空いてる状態になるんで、そのお家は売りに出せないんですよ。なるほど。もうバイヤーさんがいるっていうことになっちゃうんで。なるほど、なるほど。で、最終的にはお金返しましたけどね。なので、そういう何かのダメージがあった時っていうのは、お金を返したくない、返さないっていうような論点になることがすごくたくさんあるのはあります。でも、なるほど。よっぽどの理由が、バイヤーさんの落ち度がない限りは、セラーさんは最終的に吸ったもん出してあげく返さなきゃいけないことが多いので。なるほど。要はそのエスクローが開けっぱなしになってしまうので、売りたいっていうところが自分が妥協しないと閉じない。進まないっていうことに陥るってことがあるってことなんですね。そうです。でも、また弁護士さん雇ったりとか、その費用の方がおそらくかさむと思います。なるほど、なるほど。そういうことがあるので、そういったところは
セラーさんの方は注意が必要だということですね。そういうことですね。はい。わかりました。そうしたら、ちなみにその売買の手数料についてなんですけれども、日本と違うところって大きく何かございますか？おそらく全部ニゴシャブルってわかります？全部ネゴシエータブル、はい。交渉なんです。交渉次第だと。はい。なので、一般的に6%、ごめんなさい。一番最初に言わなくちゃいけないのは、売り手さん、買い手さんのそれぞれの、が払うのではなくて、売り手さんが払うんです。両方に。なるほど。なので、それを、リスティングをいただくときに、じゃあ 6% にしましょうとか 5% にしましょうっていうのを、オーナーさんとリアルターとで話し合いをするんですね。で、はい、今まですごくたくさん、お仕事いただいてるから、これは 5% でやりましょうとか、いろんな、そこで交渉事をします。なるほど。はい。で、それを後では変えないんですよ。最初、じゃあ 6% でやりましょうって言ったら、もう 6% なんですけどね。なるほど、なるほど。じゃあ、売り手さんが、その仲介会社に対して、5% から 6% ぐらいを支払って、その仲介業者さんが、ネット決済をしたりとか、そういうことをしてくれるっていう感じなんですね。で、中にはやっぱり何十億、30億、40億の物件っていうのをいただくこともあるので、その時の 5%、6% 大きいじゃないですか。なので、そういう時にはもうちょっと、じゃあもうこれは物件が大きいので、4.5% にさせていただきますとか、5% でやりましょうとか、そういったこともやったりはします。なので、本当に全部ニゴシエーションです。なるほど。はい。じゃあ、売るときっていうのは、手数料、ネゴシエーションで、4.5 から6% ぐらいの、手数料が発生して、そうすると、リアルターさん、仲介業者さんが、全部、広告掲載だとかもしてくれるっていうことなんですね。そうですね。はい。それが全部お仕事の中に入ってます。なので、全部、フルでお任せいただくっていう感じになります。なるほど。はい。で、さっきの5% でも 6% でもっていう、決まった時には、それを、バイヤーさんがいらして全部それが、売買が成立した時に、半分に分けるのが常識です。例えば 6% いただくんだと 3% で、お互いの会社に、お金をエスクロから振り込まれてで、その中で、はい、会社とエージェントとのまた契約があるので、その契約に沿って、振り込まれるというような。なるほど。じゃあ、買い手側さんの、仲介をしてくれた業者さんに対して、一旦その 4.5% から 6% を売り主さんはエスクローに預けて、はい、エスクローの方から売り手側さんの仲介業者さんと、買い手側さんの仲介業者さんに振り分けられるっていう、そういうことです。構図なんですね。わかりました。だからその辺ちょっと日本と違いますよね。そうですね。エスクローさんが一回預かるっていうところが日本にはないですよね。はい。やり方だと。特に鍵を渡したりするときも日本は皆さんがテーブルに座ってじゃないけどみんなやったりする。そうですね。はい。こっちはバイヤーとセラーが顔を合わせることってまずないですね。なるほど。じゃあその鍵の引き渡しだったりとかもエスクローさんがやってくれるっていう。いや、まずじゃあ名義変更が完了しましたって言った時に、朝8時ぐらいにエスクロから電話がかかってくるんです、私たちのところに。で、おめでとうございます。きちんと名義変更ができましたって言われたのを聞いて、で、鍵を届けに行きます。その相手の、エージェントさんに。なるほど、はい。はい。よかったね。売り手側ってことですね。で、鍵どこに届けようかとか、どこで会おうかっていうような感じで、鍵を渡しに行きます。はい。じゃあ、鍵は流れとして、売り手側さんが頼んだエージェントさんの方に鍵を渡して、そのエージェントさんが買い手さんを見つけてくれたエージェントさんに鍵を渡して、そのエージェントさんがまたその買い手さんにっていう。そうです。なるほど。そういうことなんですね。
面白い、面白いですね。こういう話ってあんまりみんなの前でしないですもんね。そうですね、なかなか多分、お客さんとかにもそこまでは言わずに、限り数届きますよっていうことだったと思うので、なかなかそういうところって聞けないのかなって思ですよね。いました。なるほど、なるほど。そういうことなんです。